にちは、よみと申します。今回は、お客さんから、情報を教えてもらえるケースについて話そうかなと思っています。2つあって、1つは焼き物屋さん、お好み焼きのようなものを焼いているお店があって、それで私は気になっていたんですよね。で、食べたいけど大体あんまりテイクアウトをしている人を見たことがないので、私はそこのお店ってテイクアウトをまずできるのかどうかっていうところから聞く必要があったんです。お店もそんなに大きくなくて小さい店舗なので、人がそこの中に入った時に待合待って入れるその席っていうのがあるっていうのもわからない状態、外からは、実際のあんまりお店の中が見えないような状態になっていて、ただ思い切って入ってみたんですよね。私は購入しようと思ってたので、その日は入れたんですけど、そしたら人が一人いて、私はまずテイクアウトできますかって焼いてる人に言ったんですよ。そしたらその方がちょっと待ってねって人が一人待ってる男性の方がいらっしゃって、その方の今やつをやっているからっていうことを言われたんです。でその時に私のそのテイクアウトの話を聞いていたお客さんが私に言ってくれたんですよ。その男性の方がテイクアウトはできないみたいですって。その時にそこに書いてあるのを見かけた気がするみたいなそんな感じで言われて、そうなんだと思ったんですよね。私は店員さんに話しかけたのはテイクアウトができないのに待つのもどうかなっていうふうに思ったし、やっぱり初めてのお店っていうのはそういうのがわからない、できないんだって別にすごくどうしてもっていうことだったら、それこそ本当にテイクアウトじゃなくてそのお店の中とか外でも食べてる人とかはいたので、そういうふうなこともできると思うんですよね。でも私は落ち着いて家で食べたいなっていうふうに思ったので、まず聞いてみたって。そしたら待ってねって言われたのと、待ってる人からその情報テイクアウトできないって言われたんですけど、私が見たら一つのもの以外はテイクアウトできますと書いてあったんですよね。でそのやり取りを今焼いているお店の方が聞いたので、できるよみたいな感じで言われて、よかったっていう思った。私がそのお客さんに待ってる人にこれできるみたいに書いてありますって言ったこともあるので、そしたら一つできないものがあったので、それではなかったんですねって言って、すぐにその方の待っているもの、その方はテイクアウトっていう感じじゃなくって、もう商品渡されたんですけど、そこでは食べてなかったので、外でも見当たらなかったので、もしかしたら本当はすぐそこで食べたかったかもしれないですけど、やっぱり言ったもの私に言ったこともあるからかわかんないですよ。でもいなかった。私が出る時にはそのお店の近くにはいなかったような気がするっていうか、私自身もそんなに気にしてなくて、一応その方には言ったのかな、ありがとうございますって一言言ったのかな。でもただその人はちょっと気まずそうでしたね。余計なことでしたねって言ってたのででそういうことが最近あったということなんですよね。でもう一件あって、これはあるラーメン屋さんで気になってた結構混んでいるところで、混んでいるラーメン屋さん
なんか列とかできてると私もちょっと並んでみようかなって、すごいお腹が空いててそこのラーメンをどうしても食べたいっていうそういう気分じゃなかったんです。もう少し早めの時間帯にランチね行こうと思って行こうと思ったっていうよりは、そのお腹が空いてたら並んだんですけど、そんなにお腹が空いているわけでもない、それからなんかお客さんはほとんど男性の人しかその時に並んでいなかったんですよね。でやっぱりお腹を空かせてたらいい具合かなっていうふうに思ったので、ちょっと私は寄り道をしていたんです。で、まあいい具合、でもだいたいランチって2時ぐらいまでだと思うんですけど、10分前ぐらいになってたと思うので、1時50分ぐらいにそのお店の前を通りかかった時には人は一応いたんですけど、席には席っていうか外の待合の席には疲れている状態だった。で私は立ってその一番最後尾であろうここでじゃあ立ってればいいのかなって。でもその段階でもすごいお腹が空いてたっていうよりはここ多分人気店だからそのネットでも結構食べログのとかの評価もいいしと思って、それで立って並んでいたらその座っていたそのお客さんから自分で最後みたいですって言われたんです。言ってくださってありがとうございますって言って、私はすごくその遠いところから来ているわけでもないし、すごくそのラーメンが食べたかったっていうよりは一回近々食べたいなとは思ってるんですけど、なんかいいタイミングでやっぱりラーメンが食べたいなって思う気分の時とか、そういう時に本当は行ければいいんですけど、すごくそういうなんか気分っていうわけではなかったので、あっさりその場から退散したんです。でもこういうの諦められない人って一応そのお店の人にもう1名なんですけどなんとかなりませんかっていう人もいるかもしれませんねっていうふうに思うと、これなんか、自分で最後っていうのはおそらくもしじゃあ誰かが来ても誰かが来た時に、そのお客さんにここでもう最後なので誰かが来た時にそれを言ってもらっていいですかっていうことって多分言われてなくって、お店の人がもうここで最後みたいな感じでなんかないないっていうか、そういう感じでお客さんに対して最後、ここで最後っていう言い方をしたかもしれないけど、でも後から来た人でも私は別にすごくそこ今そのラーメンが食べたいっていうわけじゃなかったからそうですかありがとうございますってそのお客さんには言ったんですけど、でも一応お店の人になんか最後の1名ということで私で最後にならないんですかとか、もう終わりって終わりですかっていうその確認はしていないです。もうこういう時って多分あえてのなんか一応こうやってお客さん言ってくれてるのになんかそれでもやっぱり納得いかないからお店の人にも念ため私来たんだよっていう伝えることっていうのはなんかどうなのが何が正しいのかなってちょっと思ったっていう話なんです。なんか後からこれって一応私来たよっていうことをなんかお店の人にアピールした方が良かったのか。でもなんかすごくそんなになんかどうしてもっていう気分じゃなかったからあっさりお店の人にもだから一瞬並んだんだけどっていうことがわからない状態で退散したんですけど、なんか自分がこうお店にをやっていることを考えたらなんかそれでも来てくれた人がいるっていうのはなんか嬉しいことでもあるんですけど、ラーメン屋さんそこのラーメン屋さん人気店なのでお断りするとかしているっていうことがあっても
まあなんか分からなくもない。でもお客さんから言われていることなので、なんか一応顔出しして私来たよっていう、その来たけどもう今日はちょっともう終わっちゃったんですねって、そういう確認的な感じでコミュニケーションを取ってみるっていうのも一つなんかありではあったのかもしれないのかなって。間違いはなんかそういう一応言ってくれた人にはそうなんですね、ありがとうございますって一言言った上での、そこのタイミングが前後になるか分かんないけれども、お店の人にも一応もう終わりなんですねっていうなんかダメ押しの一言を言ってみるっていうのもなんかそんなことする人もあんまりいないかもしれないですけど、でも遠方からもし来てすごいこのなんかギリギリ間に合ったから食べられるんだったらって思って言う人もいるのかなってちょっと思ったんです。それが間違いではない。なんか、せっかくなんかもう自分が最後だと思ってるのにって待ってる人は言ってあげたっていう風になるかもしれないけれども、でも諦めがなんかつかないというか、なんかそういう人は言ったりするのかなっていうか、私ももしどうしてもちょっとそれでもやっぱお店の人にも一応確認してみますとかって言ってそれで確認するっていうのもなくはなかったのかもしれないなとちょっとこう思いました。なんかすごくこう本当にこうお客さんの一言でそれで納得じゃないですよね。ありがとうございます。だから一応そうなんだって思ったけれども、お店の人には顔出して伝えてみるっていうのをしてもよかったのかなって思った話として今回は話してみました。ということでお聞きいただきましてありがとうございました。